オス空洞大同塾師範の渡辺俊二です。今日のテーマは内範地でスピードを手に入れろということでしたけれども、その次のテーマですね、スタミナに関して。このスピードとスタミナというのは、ある種ちょっと密接不可分、とても関連性の強い項目になっておりますので、今日はちょっと予定を変更しまして、今日は内範地でスピードとスタミナを手に入れろ、そのパート1という形でやらせていただきたいと思います。よろしくどうぞ。オス。では前回の復習からですね、一般的なパンチは主に下半身からの体のターンの力、拳に伝えて打つ。そうすると最終的には腕あるいは拳の部分しか相手に届かないので力が入らないので、意外と力が出ない。一方内範地の方は先に手を動かす。で手の重心移動を持って体全体の重心移動を呼び起こす。するとこれは全身がぶつかりに行くので、結果的にはこちらの方が威力があるというのが前回の内容でしたね。はい、で今回はではスピードに関してはどうでしょう。はい、この一般的な突き方と内範地の突き方、どちらの方が速いですか。これは内範地は手しか動いてないんですね。ですから手の速度しか入りません。しかし一般的なパンチの打ち方は手を伸ばすスピードにその前に体のターンのスピードが加速されていますので、パンチが当たる瞬間の絶対的な速度としてはこちらの方が速いですね。しかしこれを今度前から見たらどのように見えるのか、相手から見たらどのように見えるのかということですね。実は相手のパンチが来た、突きが来た、それに対して避けようあるいは受けようとした時に拳の動きなんか全く実は見てないんですね。全体のアウトラインを見てるんです。アウトラインが動くと動いた、パンチが来るというふうに判断して受けたり避けたりの動作に入るわけですね。でその際一般的な打ち方はここでもう動いた、アウトラインが動いた、パンチが来ると分かってしまうんですね。ところが内範地の場合、手から動いていく。なのでほぼアウトラインが動かない。そうすると相手からするととても反応しづらい動きになるわけですね。ですから絶対的なパンチのスピードはこちらの方が速いんですけれども、相対的なスピードとしてはこちらの方が相手が反応しづらいのでこちらの方が速いということになります。はい、では以上のような形で、内範地の動きを身につけることによってスピードが手に入ることになりました。はい、それから、スタミナの問題ですね。はい、一般のパンチの打ち方は下半身から全身の力を使ってターンをしながら打つので、動きが大きいということはスタミナの消耗が激しいということですね。一方内範地は下半身を使わずに胸から上だけのほぼ腕の動きで済ませられるということはエネルギーの消費量が少ない、よってこれによってスタミナ面でも有利になったということですね。内範地でスタミナも手に入ったということになります。今回のビデオの内容いかがでしたでしょうか。スタートから言っておりますけれども、肩の動きというのはとても不自然な動きなんですね。ただその不自然な動きを自然にできるようにマスターすると、お前は戦いに必要なパワー、スピード、スタミナ、こういったこの3要素で相手よりも優位に立てるぞと、だからこの動きを覚えなさいと、それを肩は教えてくれているんですね。では次回は内範地でスピードとスタミナを手に入れろ、そのパート2です。次回のビデオもお楽しみにどうぞ。